こんにちは。時が過ぎるのは早いもので、PC ケースの自作を開始してから、半年が過ぎてしまいました。振り返ってみると、無駄に CPU ファンをつけたり、クリスマスツリーにしてみたり、ドイソンと戯れたり、ケースができたと思ったら、ヒートパイプにはまってしまったり、とにかく回り道をしてしまいました。ということで、ここらで本来の計画に戻って、幽霊 PC を作っていきたいと思います。幽霊化するために、分解していきます。頑張って穴を開けて、絵を描いた側面パネルは、残念ながら使えません。もったいないので、トイレにでも飾っておきます。CPU クーラーとヒートパイプは、CPU グリスをきれいに拭いて、のすけの黒い歴史として封印されました。マザーボードを外して、コネクタ類を外していきます。お気づきの方もおられたようですが、使用しているコネクタ類は、防水仕様になっています。映っているのは電源コネクターで、RS コンポーネントで買いました。HDMI コネクター、2254円。リア USB コネクター、1833円。電源スイッチ、2019円。そしてフロント USB コネクター、4041円です。ケースをオイルで満たすと、重たくなりそうなので、足と取っ手をつけることにしました。棚柱を買ってきました。ケースの幅に切ります。断面を処理して、塗装します。できました。取っ手は Amazon で買いました。こんな感じで取り付けます。穴を開けて、タップを切ります。できました。ネジで取り付けます。足にはスポンジテープを貼って、取り付けます。できました。書類カバンに見えなくもないですね。コネクタ類を取り付けます。オーリングの材質がわからなかったので、防潤して漏れてしまうかもしれませんが、その時は名台詞を言ってやろうと思っています。Wi-Fi のコネクタは防水仕様がなかったので、オーリングとお風呂用のシール剤で取り付けました。A300 のマザーボードは、CPU ファンがついていないと起動しないので、HDMI コネクタを加工して、ファンの配線を通します。できました。隙間は、お風呂用シール剤で埋めときました。マザーボードを取り付けるとこんな感じです。配線が表から見えないように、できるだけマザーボードの裏に配線しています。側面パネルを作り直します。マーキングして、穴を開けます。角も丸めておきました。仮で取り付けるとこんな感じです。
オイルの温度がわかると便利かなと思って、油温計を買ってみました。バイク用の油温計は 12V に対応しているので、CPU ファンから電源を取れそうです。CPU クーラーの配線を加工して、温度計に取り付けました。動作チェックします。問題なさそうですね。CPU は i 前後 2400G です。空割りして、CPU コアを直接冷却します。ヒートスプレッダーを固定している接着剤を、カミソリの刃で切っていきます。接着剤のすぐ内側に、表面実装部品があるので、カミソリの刃を差し込みすぎないように注意します。あと、3000番台からはソルダリングなので、空割りの難易度が高くなっています。最後は、カミソリの柄の部分を利用します。こんにちは。CPU グリースは干からびてますね。表面実装部品のすぐ近くまで、接着剤がついています。カミソリで残りの接着剤を剥がして、CPU グリースを拭き取ります。できました。鏡みたいに綺麗になりました。マザーボードに取り付けるとこんな感じです。ヒートスプレッダーのなかった昔を思い出します。側面パネルの取り付けには、U 字のゴムパッキンを使用しました。ハサミを使って2枚に下ろして、こんな感じのテープ状にします。そして、お風呂用シール剤で接着します。一度、片面だけ接着して側面パネルを仮付け。1日放置して、お風呂用シール剤が乾いたら、側面パネル側を接着します。四隅に段差ができてしまったので、平ワッシャーで高さを合わせます。油温計は両面テープで貼り付けました。出来上がりはこんな感じです。ネジの間隔が長いので、面圧が低そうですね。面圧の低い中央部分から漏れそうだったので、外側からもお風呂用シール剤を圧入しときました。できました。側面パネルの接着はこんな感じです。ところどころにエアが入っているので、漏れないかちょっと心配になってきました。やり直すのはしんどいので、とりあえず、オイルを注入してみます。シリコーンオイル 2kg を用意しました。ロートを刺して、ラブ、注入。バンバン。少しこぼしてしまいましたが、今のところ漏れはなさそうです。蓋をします。下側は普通の蓋で、上側はベンチレーション付きです。横にしてみます。
ダメです。漏れました。